こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。今日は皆さんに少し水石の産地、そしてその質の特色などをお伝えしたいと思います。水石といっても日本は各地から様々な石が産出されます。代表的なものもあれば、このような川の石があったのか、山の石があったのかというものもあります。その内容を比較しながら、またその見極めの仕方をほんのちょっとだけでも皆さんにお伝えできればと思います。お楽しみください。日本には数えきれないほどの河川、つまり川があります。もちろん水石の中には山から取れるものもわずかにありますが、基本的には9割以上が川から取れるものです。主だったものを日本の地図から集めたものがここにあります。北海道から九州まで、ここに載っている川の名前、石の名前だけで130を超えています。私たちが普段水石展などで皆さんと鑑賞する石は、この中の約3分の1からちょっと50センチぐらいでしょうか。このオレンジ色でなったところが主だったものでよく展示会で見るものですが、いずれにしても川も多く、種類も多い。代表的なものがどのようなものがあるか、ここから一つ一つ、またその特徴を含めてご説明します。ここに挙げた3点の石、これは3点とも京都に産する鴨川の石です。日本の水石界を代表する鴨川石ですが、京七石と言われる鴨川を中心とした産石がありますが、なぜそれが中心となったか、そこが日本の各種産地の石が発展した大きな起因にもなっています。現代の水石が多くの人が楽しみ始められたのが約100年ほど前、明治大正を過ぎて昭和になる頃ですね。その頃まではどちらかといえば水石の文化というものは茶人、禅僧、大名、そして豪商と言われる裕福な文化を楽しむ人たちの中にありました。庶民はまだ川に落ちている石が一つの文化的な遺産とまでは誰もが知らなかったんですね。そこが生まれたのが京都。なぜかといえばその前の時代になれば、まだ東京は日本の首都ではありません。150年以上前は京都を中心とした文化、経済、政治、これが日本の中心でした。貴族社会も大きな力をやはり京都が持っていました。その地で取られた石が1200年続いた都の中で長く誰かの手によって誰かの目によって楽しまれたことは疑う余地がありません。そこから生まれた水石が徐々に現代になり、戦前の盆栽ブームの中で水石が両輪と言われ、そして戦後の水石ブームで全国的な皆さんが探石という川に行って水石を楽しむ、それを探すという行為が生まれました。やはりその基本が鴨川を中心とする京都の石がその天井にあったんですね。これが一つの日本の水石の歴史の基本の足元になっていることは事実です。その中で生まれた鴨川からご紹介しましょう。鴨川石、京都の中心を流れるこの石、現在ではこのような採取は難しいと思います。
黒みを帯びた川連の味。こちらはわずかに紅流しを持つ山形の石。こちらは淡い黒さの中に厳しい山岳を表す石。すべて鴨川から取れた石です。もちろん戦前のものでしょうが、それぞれの特徴があります。墨を流した黒、色を備えた黒、淡い墨絵のような黒。さまざまなものがその姿によって楽しまれますが、他もあります。同じような鴨川の流れの一部の中に、八瀬という場所があります。八瀬、まさにその名の通り、8つの瀬が渓流のように成り立つというところですが、そこにはこのようにすだちというものをはらんだものがあります。よーく見ると小さな気泡のような穴が石の中に見られます。そしてやや鴨川よりも灰色に近く、どちらかといえばおぼろに霞む柔らかさを持っています。八瀬すだちマグロと言われるこの質も水石界では代表的な一つです。鴨川系統の石と並んで水石界を代表する石として世田川石があります。琵琶湖から注ぎ、果ては淀川となるこの源流である世田川。私たちに馴染み深いのは、このようにまるで細やかな銀色の粒を肌に持った梨地というものが世田川を代表しています。美しく川連れによってのみ生まれる梨地肌。石が欠けたりすればその中に梨地はありません。天然石である証拠でもある梨地の石は、心象的な凡山や抽象的な石、さまざまなものを生み出します。同じ川で採れたものかと疑うものがこちらにある虎石です。まさに動物の虎の模様のような黄褐色と白や黒のこの層になっている文様。山形や土波、中小石、いろいろなものがありますが、古くなれば飴色と言われるしっとりとした味になるものは大変水石家の心を魅了します。これらすべてが世田川石なので、これには驚きすらあります。京都北部北山にそびえる鞍馬山。多くの歴史的な伝説を持つ山ですが、ここで採れる鞍馬石は茶褐色の荒れ錆びた石肌が特徴的な石です。遠い昔、1000年以上前から日本の庭園などに強く使われたものは水石界でも高い位置を占めています。褐色の枯れ錆びた石肌は茶人たちの心を揺さぶるものがありました。いろいろな姿のものが今残されていますが、鞍馬石は京都の中でも独特な石肌を持つものです。京都府の西、鳥取県を流れる佐治川石は、その独特な石肌で古くから多くの名石を配しています。この二石でわかるように、厳しいトゲトゲとするような石肌。この春と言われるこの世界、これはその佐治川を代表するもので、島形石、断崖、土波、
さまざまな景色の厳しさを生み出しているとても有名なものです。和歌山県に産する古谷石は日本の水石界の中でも独特なものとして、またその歴史も古く、おそらく日本の水石文化の足元となった一つとも言えます。土柱石と言われる川から取れるものではなく、崖の土の中などに埋もれていたものですが、このように石の芯の部分に下駄と言われる柔らかい部分を抱えています。これを人の手によって掘り出して、そしてこの古谷台と言われる見事な彫り物で台座を作っています。500年を優に超える歴史を持つものも多いこの石は、古くは中国の文化、禅や文房、このような世界の中に中国的な石として珍重されたところからその歴史が始まっています。硬質で揺るぎない山や中小石、さまざまなものを生み出すこの石は、現在では産石がほとんどありません。とても貴重なものになりつつあります。マグロ質の硬質な姿。一見すれば、京都の鴨川マグロかなと思う方もいらっしゃるでしょう。実はこれは日本の北、北海道が生んだカムイコタンという石です。地名そのままですが、カムイ、神がいる、コタン、沢。そういうアイヌの方々の地名がそのままに残ったこの石は、鴨川に被験するだけのマグロ質を有しています。後で見比べますが、若干の石質の違い、そのようなものが石の産地によって微妙にあることもお伝えできるといいですね。産地別の素晴らしさをお伝えしましたが、ここからはと思われるようなことをお話ししましょう。京都貴船石に代表される渓流石や滝石の姿、さまざまなものがありますが、右手のこの滝石は貴船石に似てやや紅色の紫色の母岩に美しく滝が流れています。ただこの石は一見すれば貴船石に見えますが、戦後発展した産出石である静岡県の安倍川石です。そしてこの左手が本来の古い時代の貴船石です。古さは別にして何が違うのか、よく見れば安倍川石の方のが川ずれして石自身の硬質、つまり柔らかさが多少あります。貴船石は硬く、石の質感によってそこが数千年という時間に川にさらされて削られるものです。このように石が少し硬くガチガチとした部分があります。貴船石の特徴ですね。このようなものが貴船石として世に登場することがありますが、石の産地の呼称は大変難しく、特徴をどう捉えているかがその見極めになります。もう一つ産地によっての違いをご紹介します。右側の遠山型の石、白く見えるまるで残雪のような部分はよく見れば中に紅色を秘めています。鴨川紅流し石という大変貴重な石です。そしてこの60年の水石ブームの後、新しく生まれたものにこちらの紅流しがあります。一見すれば鴨川の紅流しと全く区別がつかないほどの石です。
これは奈良井川、その石です。多くの石がこの奈良井川から採出され、中央の市場に出た時に鴨川紅流しと称される場合がありますが、よくよく経験を踏むと微妙に違うものがあります。鴨川の石のマグロ部分の柔らかな味わい、奈良井川の方はそのマグロ部分の旬の際立ちが鴨川にはない厳しさがあります。微妙な点で愛好家の方は判別が難しいと思いますが、鴨川と奈良井川という大変類似した紅流しがあることをご承知ください。産地別の良さ、そしてそこの中の似たもの。右側が鴨川のくず屋石、左側がカムイコタンの山形。両方ともマグロ質と言われるものですが、違いがわかりますでしょうか。鴨川の中にある芸、つまり石の肌が旬のように動いたり、川ずれで動いたり、カムイコタンは硬質がゆえになかなかその積層という姿が浮かび出るに至りません。どちらかといえば硬くて人を嫌うようなところがあります。似てるものの中にも微妙な石肌によって受ける印象が大きく違ってくるのです。先ほど申し上げたように、全国の山河、そこに横たわる石たち、これに区別はない、それに優劣はないと申し上げました。そのことを一つご紹介します。右側の美しい川ずれの梨地の肌を持った石、どこから見ても、あ、これは瀬田川の梨地石だとプロでも9割の方が思うでしょう。そして右肩のこの茶褐色の船型の石、あ、これは誰が見ても鞍馬石だとお思いになると思います。ところがこの右側の梨地は、ある愛好家から私に贈呈くださった多摩川の石だということで驚きすら覚えました。そしてこの左側の石は同じく多摩川で採れたもの。おそらく2点とも大きな展示会にどこの山かわからないと言われて出た時には、プロたちは瀬田川石と鞍馬石という評価に変わっていくでしょう。地球は一つ、日本のこの大きな島も様々な造山活動でできていました。どこかに名産地と言われるものが似たものとして横たわっていても不思議ではありません。大切なのはその石の持つ石質が醸し出す味がしっかりと現れているかだと思います。あまり産地にこだわるだけではなく、石の質、石肌、そして古さ、そこへ皆さん目を置いてくださるとありがたいです。短いご紹介でしたが、日本の水石の産地の一部、お楽しみいただけたでしょうか。本来この産地、150あると言われる主だったもの、おそらくはその数倍は探せば水石となる産石が生まれる河川があるでしょう。皆さんによく考えていただきたいのは、どこどこの産だから、どこどこのものだから、もちろん一つの価値評価の判断基準にはなりますが、それだけではありません。その石が持つもの、その石が持つ味わいが、日本の山水形状という世界に合致していれば、
どこで取られた石でもそれは水石としての素晴らしさがあります。世界に広がってくださる水石の愛好家の皆さん、ご自身の国、ご自身の町、そこにある石、これでも十分に楽しめます。もちろん厳しい石、穏やかな石、産出する場所によって石の質は変わります。その中の良さを探しながら、そこにはないものをまた収集する。水石の趣味は地球規模で楽しめる趣味です。ぜひこんなことを三石という中でご理解いただけるとありがたいです。わびチャンネルはどなたにでも伝えたいもの、そして逆に長く熟練がやったからこそコアなもの、文化、歴史、そしてテクニック、多くのアーカイブスで皆様に楽しんでいただけるようになっています。ぜひチャンネル登録をなさってお楽しみいただけるとありがたいです。本日もご視聴ありがとうございました。